くギターの宮です。今日はリバーブドットコムの東京オフィスに来ました。ツアー中なのでちょっとボードがね一個一個持ってこれなくてバラせなかったんで、丸ごとツアーの機材を持ってきてみました。よろしくお願いします。まず僕が今使ってるギターがドイツ製のハパスギターっていう、ちょっとなんて言ったらいいのかな、極物的なブランドなんですけど、7弦ギターばかり作ってるブランドで、インスタグラムでテレキャスターシェイプの7弦7ストリングスがあって、リバースヘッドでっていうのがもうほんとドイツまで行けないんで、見た目で輸入して買ったらすごく自分の肌に合う7弦ギターで、7弦ギターも20年弾いてるんですけど、すごく最近ここ2年ぐらいで出会ったギター、ハパスギターっていうところから、僕はライブはレコーディングではアンプでレコーディングするんですけど、ライブはケンパープロファイラーを使ってます。入り口がドイツ製、出口もドイツ製っていうねでそうですね、もういっぱい並んでるように見えるんですけど、基本的には直列が多くて、でギターからまずファズ、一番最初にファズですね。一番こういう直列のつなぎで一番なんか信号のロスの影響を受けやすいので、一番最初にこの JHS のファズ、ここでもうエフェクターいっちゃっていいですか。ファズが入ってます。そこからオーソドックスなワウなんですけど、僕はあんまりクラシックなスタイルのワウの使い方ができなくて、フィルターのような使い方をすることがこういう使い方をすることが多いので、ワウというかフィルターですね。でそこからちょっと自分でもこれ見ないと分かんないんだけど、ブースターですね。リングモジュレーターとブースターがここに入っていて、そのラインがリードのリードの音ですね。リードがブースター、リングモジュレーターで、最後にボスの90年代のマルチエフェクター SE70 っていう、僕が中学校から使ってるエフェクターで、このディレイが大好きで、これはちょっと使うのをやめれないなっていう、新しいものと古いものが混在していて、で次がこのループスイッチャーの中に4番目のループなんですけど、4番目のループにこの辺が全て入っていて、その4番目のループを僕はダブループと呼んでいて、そこにディザスター、アクエダクト、ゴーストエコー、大体ここに入っています。だからシグナルチェーン的には最初にボスのアナログディレイ、これですね。これでショートディレイがかかってる音が僕のクリーントーンの基本なんですけど、そこにディザスターが後にゴーストエコー、
伸ばすゲームチェンジャーオーディオのプラスペダルっていうペダルとか、あとはちょっと面白いのがアナサウンドのスプリングリバーブ。フェンダーのスプリングリバーブをライブで踏んでたんですよ。そしたらね、毎回壊れるんでこれは僕にちょっと最近新しい商品なんですけど、置くスペースがないから、そのボリュームペダルの上に思いっきりガムテープであ、ちょっと雑な感じですけど、あとそこにボスのギタームックってバンドはもう20年やってて、いろんなジャンルのロックを演奏するので、なんか例えばギターで EDM みたいなアプローチをしようってなった時にもう対応できるように、こういう直感でそのリアルタイムに踏むボード、そのセクションにプラスこういうリフなんかラウドなことをやったりとか、あとは僕が大好きなアクエダクトは、僕はもうマイブラモード一押しなんで、そのアクエダクトとゴーストエコーのコンビがすごく好きで。の次がアナログコーラス系のループになるんですけど、僕はもうこのボスの C1 を、これもその SE70 と同じぐらいガキの頃から使っていて、僕と同い年、1979年で、そのアナログコーラスをアナログコーラスにこのクーパー FX のジェネレーションロスというビデオテープシミュレーターを挟んだりとか、割とクリーントーンのコーラスサウンドってよりかは歪みの音にかけて使うことが多いですね。で、あとはこのまさにこのプラズマペダルとビットコマンダーって多分ライバルだと思うんですけど、ね、こういう感じで使い分けてますね。曲の中でプラズマペダルはビットコマンダーよりちょっとお上品なので、ビットコマンダーはこんな簡単に
チップサウンドが出せるエフェクターがやっと出てきたかって感じの出会いがありましたね。大体それが僕の今のシグナルチェーンのメインとなっていて、ただこっち側にあるのがクランチのプラムスがクランチのメインに今なってます。チューブスクリーマーとかいわゆる緑系の歪みのペダルっていうのは僕は苦手だったんですけど、なんか粒子が細かすぎるというか、プラムスに関してはそのかゆいところに手が届くというか、自分がそういうペダルに持ってたストレスのある部分をなんか全てクリアしてくれたペダルかなと思って、クランチのストンプ部が決まらなくてずっと悩んでいて、いろいろ試してはいたんですけど、結局今こいつに落ち着きましたね。あとはブラックアッシュも大好きなはずで、なんかオーソドックスじゃないちょっとくすんだボリュームをコントロールするハイゲインだけどボリュームをコントロールしてゲインを落とすようなアプローチのサウンドにブラックアッシュを使いつつ、これアーチャーっていうんですかね、アーチャー、これでちょっとロールオフさせてるというか、ブラックアッシュの息のいい部分を若干落としてるっていう感じですかね。これケンタウルスのコピーなんですけど、あとはこの同じ系統でゲルマニウムの歪みがブラックアッシュではちょっと違うニュアンスのもうちょっとなんか土臭い感じの歪みを出す時にこのイギリス製の歪みを使うことが多いです。大体こんな感じですかね。ちょっとすみません、長くなっちゃって
本的に使いたいものを使うっていうスタイルで僕基本的にいっぱい置いてはいるんですけど、本当にバンドがいろんな音楽性をやるんで、ダブからメタルからレゲエっぽいのもやったりとか、本当にオーソドックスなロックもやったりとかする中で、もう20年やってるとヒストリーライブとかをやると200曲超えるんですよね。でその時代その時代のアプローチを、例えばアニバーサリーのライブで再現しようってなってくると、なんか全て同じ音では行きたくないというか、その当時の音源レコードを聴いて初めてライブに来た人があの当時の音が今ここで鳴ってるなっていうその感動っていうのが絶対全てそうである必要はないと思うんですけど、あった方がいいと思うので、なるべく再現できるものを再現しようっていう感じになったら、こういう感じのその何ですかね、デスクになってしまったというか、所有しているペダルは新しいものの方が確実に多くて、古いものも持ってはいるんですけど、やっぱりライブバンドっていうのが一番でかくて、ツアーに持っていけないビッグマフとか、持ってってた時代頃もあったんですけど、やっぱりトラブルで、そういうのものはレコーディングだけで使って、この C1 だけに関してはどんな加工の環境で使ってもへこたれなかったので、もうずっと僕のボードに入って散々水かぶったりとかしてるんですけど、やっぱり新しいもので何かのインスパイアで作られた機材、例えばこのボスの DM3 はオリジナルですけど、これはワザクラフトの復刻の方で、音ぶっちゃけ全然違うんですけど、新しい再現しようっていうのと新しいことをやろうっていうどっちもこのエフェクターを感じれるので、もう使用用途が全く違うんですけど、同時に同じボードに入ってたりとか。そうですね。あとはこのエフェクターもケンタウルスのコピーだったりするけど、すごく出来が良くて、そうですね。だから基本的には新しいものをいろいろ試して、で古いものも使うんですけど、自分の手元に置いときたい古いものっていうのはやっぱり限られてくるんですね。ビッグマフとか、あとフォックスのワウとか。ただやっぱりおじいちゃんたちはもう家でゆっくりしててって感じですね。やっぱ新しいもので古いものを超えてくるものっていうのもいっぱいあるし、そういう感じです。だいぶ減りました。楽器屋さんのワゴンセールとか俺好きで、とかでこのボスの PS3 ってあんまりもう売ってなくて、3個ぐらいストックしたくなっちゃうんですよね。壊れたらどうしようって。はい、結構入れ替わりは激しいです。使うものだけ残していくスタイルで、とにかく買うんですけど、このエフェクターはもう今後使うことないなと思ったら手放す。代わりに新しいエフェクターを試すっていうスタイルですかね。EQD との出会いはですね、一番最初に使わせてもらったのがこのディザスターとゴーストエコーだったかな。僕もう一つゴーストエコーを持っていて、まだこのグラフィックがもっとシンプルな頃のゴーストエコーで、今ちょっと壊れて修理出してるんですけど、このディザスターがそのモジュレーションディレイって、モジュレーションはコーラス派だったんですよね。コーラスペダルとディレイを組み合わせて、ディレイの後にコーラスペダルをつなぐっていうやり方でやってたんですけど、ディザスターのすごいところはこのブリードっていうそのモードがあるのと、この回路の中にリバーブがついていて、もう一つのディレイがその直列でつないで使えるっていうところが一番他にないなっていうところと、シングルギタリストなんで自分のバンドが4ピースなので、
ツインギターではないので、ギターで空間を埋めるアレンジっていうのがシンプルなものがちょっとやりづらいというか、何ですかね、ハーモニーじゃないアプローチで曲に彩りを出さなくちゃならないってなった時に、レコーディングでかけるようなアナログ感があるディレイっていうのは結構模索していて見つかってなかったんです。でモジュレーションディレイってエレハモとかでも結構ありますけど、ここまでなんだろうな、まあやっぱかゆいところに手が届くっていうのを僕は思って、この EQD に思ってるところが、手が届かないところに手が届くようになった製品っていうイメージがあって、で音量感、曲の何ですかね、位置、高音低音はどの楽器でもどの機材でも割と表現できるけど、前後奥行き、弾き方のニュアンスでトラックというかライブの SR の現場でもスピーカーの中で前後ろの表現をできるって思って、このモジュレーションディレイは今まで出会ったモジュレーションディレイの中で一番自分に合ってる、素晴らしいなと思ったところで使い始めたのがきっかけですね。あとこのゴーストエコーも、普通エコーってやっぱりつまみを0から10まで上げたら量が増えますよっていう感じの作りだと思うんですけど、あるところからモードが変わったみたいになったりとか、やっぱなんだろう、作り手の何ですか、性格なんですかね。なんか常識ではここいきなりこんな変わる、ボリュームに見えるけどモードの切り替えスイッチにもなってるんだっていう遊び心がすごく面白くて、スプリングリバーブとかを使っていたのはこっちで代用するようになったりとか、そうですね、一発撮りをするバンドにすごく優しいブランドだなっていう。これはボスのディレイだけです。この辺に今いるとしたら、これをかけて弾くとなんだろう、あとピッキングの強さで前後を表現できる。ブリードモードがやっぱりすごい秀逸で、伸ばしたロングトーン、信号が入ったものに対してなんかランダムに動くんで、より多分前後感が感じられるだと思うんですよね。それがすごくいいのと、くすんだだけのアナログディレイとはまた違って発信系も全然いけるんですけど、なんかオーソドックスに本当に使いやすいディレイとしてもすごい使えるので、なんだろうな、もうだから奥行きつけながら普通のオーソドックスのアナログディレイとしても使いながら、俺結構気分屋なのでポン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 踏んだり変えたりするタイプの人間にはすごくありがたい使い方ができますね。ちょっとツアー中なんでつまみ動かせないんですけど発信とかも全然余裕でできるっていうか、なんですか、アナログディレイって使いづらいアナログディレイは本当使いづらくて、で
リバーブがこのやっぱり真ん中に挟まってるっていうのが一番そのちょっとシューゲザーっぽいことやる人には多分相当使いやすいなって俺は思っていて、発信系も全然いけるけど数にも使えるっていう。これギターテックに怒られるですねこれあとやっぱりペダルに対して僕が思ってるものっていうのは機械ってよりかはギターと延長線上なんで、まあ、ギターの弦とは同じもの、要は楽器ですよね。それエフェクターを一つペダルをオンにすることによってその曲のタイトルが浮かぶとか、ドライの音だったら何も感じないのにこのディレイがかかってたらちょっと海っぽく感じるねとか、それ何かその音が追加されることによって情景が浮かぶもの、浮かぶ楽器だから、そのなんですかね、日本でいう三味線音の音が聞こえてきたら日本っぽいなとか和っぽいなって思うの、太鼓の音とか、そういうなんかいろんな国とかいろんな情景、山海、暑い寒い、まあ日本だと四季がすごいはっきりあるんで、そういうまあ生きてる環境の中の情景が浮かぶような感じのものだから、まあ機械ではあるけど楽器ですね。